GG! ドラゴンホース CCS トイズフィグスクリプトより流れ龍馬の紹介。OVA シンゲッターロボ世界最後の日の準主役キャラですね。というかもうほぼ主役か。サイズが12分の1スケールという自分が主に集めてるサイズのやつなんで、これ飛びついて買いましたね。箱がこんな感じで豪華でかっこいいですね。スパロボではもう散々お世話になってますよね。何度窮地を助けられたか。ですから、スパロボ出してください。お願いしますと、では開けて、ごめんなさい。すいません。その前に一言だけ。この作品のオープニング曲、ヒーツって曲なんですけど、俺これがほんとめっちゃ好きで、何年にもわたってずっと聴いてるんですけど、影山博信兄さんの美声と相まってね、あれ聞くとね、ちょっとした風邪なら治る。マジで。うん。よし。では改めて、これ扉式になっていて、よいしょ。かっこいいな。チェンジゲッター1と印刷されていて、こっちには、ここにもセリフが載っていて、内容物がカラーで印刷されていますね。では、開けていきましょう。初めて手にするブランドの商品なんでね、どんな感じなんでしょうか。おっと、ここにもセリフが印刷されていますね。心配するな、俺たちが死ぬわけはねえだろうと。説得力ありありですね。よいしょっと。説明書と、コートか、必須パーツですね。で、ブリスターが3段になっていて、こんな感じで、3段目には台座と。よし。ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。では今回は付属品から見ていきましょう。まずはマフラーですね。アニメよりも陰影がついていて焦げた感じを再現しているのかな。こちらの方がリアルですね。で、こことここに可動軸があって、このように動いて若干表情がつけれるようになっています。で、このパーツなんですけど、これは別パーツのこのタクティカルベルトの背面にこのように取り付けることによってしっかりと固定できるというもの。そのタクティカルベルト、軟質で黒一色なんですけど、この辺の留め具とか細かく造形されていて、ホルスターも革っぽいシワが加工されていて、リアルに仕上げられていますね。武器類を見てみよう。まずはハンドガン。グリップ部分が色分けされていて、ネジも造形されていますね。左右で違う造形で、マガジンリリースなどのギミックはなし。劇中、隼人や早乙女博士に突きつけていましたね。こちらはリボルバー。先ほどのハンドガンと同色のグリップで色分けされていて、この辺統一感があっていいですね。造形は細かくて、これね、シリンダーが回るんですね。これ地味にすごい。リボルバーだけに付属するマズルフラッシュのエフェクトパーツ。射撃直後なのか、弾丸が造形されていますね。ハンドガンに取り付けることはできない。こちらは劇中懐から瞬時に取り出して速射していたハンドロケットランチャー。ここのグリップ部分とここのフォアグリップ部分が展開できて、そしてパカッと砲弾装填ギミックがあって、で、このように砲弾が2つ付属します。そしてこうやって装填した後、見えますかね？この黒いポッチ。ここをね、押し込んでからカチッとやってトリガーを引くとですね、いいですか？いきますよ。トリガーを引くと、バスンと、このように結構な勢いで砲撃することができる。このギミックはいくつになっても嬉しい、楽しい。コートの裏側に装備していたハンドグレネードが6個付属。こんなん1、2個でええと思うんですけども、龍馬も多分6個以上装備していたと思う。この辺再現してくれているんですね。10型コントローラーが2丁。同じ造形のものですね。ゲッター1登場時、ゲッターマシンガンを使用する際、龍馬が眼根よろしく操作していましたね。劇中同様ホワイトで再現されていて、塗りが綺麗ですね。銃口には丸いグリーンのセンサーのようなものが造形されていて、劇中ではこれなかったような気がするんですが、なんかこっちの方がいいですね。鎖付きの手錠が両手分。鎖はもう形づいているので遊びやすいですね。
腕時計型通信機。色合いが本編とは違うような気がするんですけど、でも綺麗にプリントされているので、これはこれでいい。交換用手首パーツは形の違う開き手が左右分と銃の握り手が左右分とフォアグリップを持つ用の手首。これは左手のみで、この開き手も左手のみ。最後に、支柱スタンド類はこのまま紹介させてください。ロゴがプリントされた台座にクリアの支柱と黒い留め具ですね。ではフィギュア本体を見ていきます。その前に、設置性が非常に悪い。足首の可動がほぼないので、自立は不可能と思った方がいい。台座必須です。衣装は全身ファブリックで構成されていて、見栄えが非常に良い。アクションさせることを考慮してか、結構頑丈に作られているんじゃないかな。簡単にほつれとか起きなさそうですけども、無理は禁物ゆっくり動かして遊ぼう。手が長めの劇中同様のスタイルでめっちゃかっこいいですね。しかし、龍馬はコートを着せてなんぼのキャラなんで、早速コートを着せてみよう。コートを着せるついでに、もうマフラーとタクティカルベルトの方を装着してみました。劇中ほとんどこの格好なんで、今からはずっとこのままのスタイルでレビューしていきたいと思います。いや、ため息が出る。めちゃくちゃかっこいいですね。結構前にセンチネルから龍馬のアクションフィギュア出ていたと思うんですけど、あれ小さいんですよね。確か10センチほどしかなかったかな。このサイズの龍馬のアクションフィギュアが手に入るなんて素晴らしすぎる。ならばと、隼人と弁慶と武蔵も欲しいけども、可能性あるのかしらね。裾の部分や袖口部分、劇中同様破れ加工が施されています。で、この部分に針金が仕込まれていて、表情つけれるようになっている。両肩のこの部分破れているんですけど、これは仕様ですね。では、顔の方を見てみよう。これはデジタルプリントではないのかな？多分違うと思うんですけども、いずれにせよ、すごくよくできていると思います。ただ、劇中の龍馬と似ているかと言われれば、クリソツではないかな。けど、長い豪味もありつつ、魔獣前線の石川県味も出ていて、個人的には大満足ですね。何よりこの髪の毛の造形が、長い石川両音大の雰囲気が感じられて、どの角度から見てもすっげえかっこいい。こちらは食いしばり顔。若干目線がずれているように見えなくはないですけども、そこが漫画版っぽくて、個人的には全く問題ありませんね。めちゃくちゃかっこいいです。こちらはニヤリ顔。これも劇中よく見せる表情で、塗装造形ともに素晴らしいですね。独特なゲッターの操縦感が欲しくなる。私たちは目をつむってても合体できるんです。あなた方とは違うのです。そして、これが叫び顔でこれはちょっとやりすぎ感があり、好みが分かれそうな気もするんですけど、っていうかあれか、これ好みじゃない人はそもそもこの商品購入せんか。個人的にはね、これくらいぶっ飛んでた方が好きですね。ストナーサンシャインと目線が上向きなんで顎を引かせてやると結構決まる。マフラーで顔を覆った状態の頭部パーツ。これは頭丸々付け替える仕様ですね。この状態本編で出てきたかな？ちょっと記憶ないんですけども。絶対に飛ばせないオープニングで毎回拝むので親しみあります。可動範囲。この龍馬はマフラーとコートありきのキャラなので、この状態での可動範囲いきます。ただ、素体そのものはめちゃくちゃ動く。標準以上の可動域あるんじゃないかな。では改めてマフラー、このように動いて、下の部分もこのぐらい動きますね。頭部、後ろへはここまでいけて、うつむきが
ここまでいけて、ぐるりと一周はマフラーが干渉してできませんね。傾きこのように取れるんですけど、マントが結構硬めなので、擦れ注意。肩及び腕は付け根でこのようにぐりぐり動きますね。横へはここまで行けて、前はここまで行けますね。これ以上行くとコートが引っ張るので破れ注意かな。それほど気を使う必要はありませんけどもね。で、二の腕バイセップスがあって、肘が二重でここまでで、手首はこのような可動域ですね。上半身、接続箇所は胸と腰にありますね。おそらくボールジョイント。それを踏まえて、後ろへはここまでできて、前はこのマフラーを避けつつ、ここまでいけますね。胸でこのように傾き取れて、腰でもこのようにぐりぐり傾き取れます。ぐるりと一周は多分できますけども、ファブリック性が干渉するので控えた方がいいですけども、この辺結構動きますね。下半身、股関節に引き出し機構はなしで、前はここまでかな。で、後ろへはここまでか。ここまでかな。で、股割りがここまでできて、太ももで可動ありますね。結構渋みがある。膝が二重でここまでいけて、最初にも言ったんですけど、足首がね、ほぼ動かない。サイズ比較。フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号と、マーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。マフェックス、ジョン・ウィック。メズコ112、デビッド・ハーバー・ヘルボーイ。そんな龍馬、何センチほどあるんでしょうか。もちろんマフラーを省いて、16センチいくかいかないかくらい、およそ 15.8 区ではなかろうか。はい、終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。